こんにちは。本日のレッスンは13の番を対局できるようになるまでその3です。様々な手筋を問題を解きつつ学んでいきましょう。今回は石を取る手筋を3つ紹介します。まずはシチョウについてです。シチョウとはこのように連続して当たりをし続けることによって最後には相手の石を取ってしまうことです。階段のような形になりますね。コツは相手の来た方に打つことです。これで言うと、白が右に逃げてきたので右を止める。今度は下に白が向かっているので、黒も下に打つ。右に来たら右を止める。最後は当たりなので、このまま取れますね。それでは主張の問題に挑戦してみましょう。黒番です。この白の4つを主張で取ってください。当たりする方向は2箇所ありますが、正解はこちらです。逃げてきたら上に逃げてきたので上。そのまま左に来てもこのようにして階段の形のように追いかければ最終的に取ることができます。もし反対向きに打ってしまった場合ですが、白に逃げられて同じように上、右と追いかけていった時にこちら側の黒石が取られてしまいます。なのでこの黒が取られないように端に追いやっていくのが正解となりますね。では、こちらの問題です。この白の2個を主張で取ってください。正解はこちらですね。今度はこちらに向かっていくことで、ここに黒石が味方が待っているので、ちょうど取ることができます。先ほどは端に追いやっていったんですが、今回はこのように一線の方向に追いかけていくと、この黒石が先に取られてしまうんですね。なので今回はこちら向きから主張にしていくのが正解となります。では次に下駄について紹介します。下駄とはこのように相手の石をあえて当たりにせずに包囲する手のことです。白は逃げるためにこちらに打ったり、こちらに打つことはできますが、結局取られてしまいますね。ポイントはこちらに黒石が並んでいるため、逃げてきても待ち伏せできているような形となっていることです。先ほどの主張では当たりをし続けるという形でしたが、今度は逆にあえて当たりをしないという形となりますね。では、下駄の問題に挑戦してみましょう。黒番です。この白を下駄で取ってください。正解はこちらですね。真ん中に打つことによって、逃げても止める、逃げても止めるで、ちょうど取ることができます。これをこのように当たりしてしまったりすると、今回は主張では取れないんですね。ちょうどここの白に当たってしまうため、主張では取ることができません。主張で取ることができないときは、下駄を考えてみるといいかもしれません。石を取る方法は当たりだけではないので、頭に入れておくといいと思います。ではこちらの問題です。この白石を下駄で取ってください。正解はこちらですね。逃げてきても止める、逃げてきても止める。これで取ることができています。今回も当たりをしたとしても、やはり逃げられてしまい、このもともとある白石にぶつかってしまいますね。なので、あえて当たりをしない、少し外して待ち伏せするようなイメージで打つと、この白石を取ることができます。では最後に、打って返しについてです。打って返しとは、相手におとりの石を取らせることによって、さらに多くの石を取り返す手筋です。黒番でこの白2子を取りたい場合、あえてこちらに打って、一回この黒石は取られてしまうのですが、もう一度ここに打てば、この白3つを取ることができますね。こちらから打ってしまうと白につながられてしまうため、あえてこちらから打ち、そしてもう一度取る。これが打って返しとなります。では問題に挑戦してみましょう。黒番です。この白の2子を打って返しで取ってください。正解はこちらですね。
白が取り返してきたらもう一度ここに打って3つを取ることができます。こちらから打ってしまうと白に逃げられてしまい、もう手筋を使うことはできません。あえて1つを捨てるということでしたね。では、こちらの問題はどうでしょうか。これはノーヒントで解いてみてください。正解はこちらですね。ここに打って相手を4つの塊にしてから取り返す。これが打って返しですね。もしこの1個を取ってしまった場合、白にこの2個を握られてしまい、こちらの黒も結局取られてしまうことになります。なので、この2個を取りたいという問題だったんですね。相手に取らせることで、白は全てがダメ詰まりというもう当たりの状態になっているため、まとめて取ることができます。ここまで見ていただきありがとうございました。13路盤のレッスンはここまでとなります。トレーニングでこのブロンズのところですね。ぜひここの部分を解いてみてくださいね。また13路盤での対局もぜひ試してみてください。次回はなんと19路盤のレッスンです。ここからさらに新しい世界が待っているので楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。